こんにちは。今回は更新されたバージョンルナ7遊興の激戦エクストラをいつも通り星5キャラ無凸星4武器のみ生異物スコア130以下でやっていきます。最初の敵は地方伝説の狼。狼は登場からすぐに氷シールドを持った霊体を召喚してきます。この霊体を倒すためには本体に対して炎または雷元素を付着させ、それを風元素で拡散させる必要があります。この霊体が出ている時、エクストラ以上では本体がダメージを受けなくなります。 HP ゲージが緑色になっていますが、多分これがダメージ無効を表しているんだと思います。ダメージは無効なので HP ゲージは減りませんが、ダメージ表記は出てくれて聖風や祭霊も発動させることができます。ここはまだ親切な仕様でしたね。ということで炎か雷に風元素を加えた編成をやるしかありません。ということで今季1つ目の編成はファルカの編成です。ファルカ、ニコ、ドゥリンを順当に採用し、今回はプルーネよりはまだ所持率高そうなファルザンを最後の1枠に採用しています。星4狙いでガチャ引くと痛い目に遭うからね。さて、まだ遊興更新された初日ですが、個人的にはこの狼が今回の3体のボスの中で圧倒的に難しいです。炎か雷の拡散が必須なので通る編成幅がそもそも狭い上に普通に結構硬いです。他に平チャンネルの縛りでやれそうな編成としてはフリンズの月関連編成か、あとはマービカでなんかうまいことやればできるのかなという感じ。さて、いつも通りなんとなく動画と同期させた DPS を画面左側に表示しておきます。2ローテ回して最後の方が87000という感じ。そこそこって感じですね。ちなみにドゥリンの爆発が微妙に回らなかったので、ドゥリンのスキル添付を10に上げました。ドゥリンスキル、添付レベル上げるとエネルギー回復量が増えるので優秀ですね。ということで、狼は突破です。2人目の敵は水系タルパ。今季の癒し枠ですね。最初の遊興の時に登場した敵なだけあって、必要な DPS は低めで、エクストラのタルパは普通の超回化編成の水準で倒せます。今回は雷電と忍を両方採用した編成をやっていきます。ちなみに前回登場した時に雷電主人公コレイナ・ヒーダの超回化とかアルハイゼン超回化とかアルレッキーノの編成とかをやっていました。再生リストを概要欄に貼っておくのでよかったらそちらもどうぞ。遊興エクストラ以上のタルパのギミックは2つ。小さいタルパの召喚と白ゲージのシールドの展開です。小さいタルパは召喚から一定時間経つと吸収され HP が回復する上に耐性も上がります。小さいタルパは氷元素攻撃なら一発で壊せる上に草元素で水ゲージを削っても倒せます。またダメージでも倒せます。今回の編成では小さいタルパが召喚されてからすぐにナヒーダのスキルをつけておけば勝手に倒せるので簡単ですね。もう一つのギミック、シールドは普通にダメージで削れます。ただし蒸発でのダメージの乗算はないので注意。大霊の化身と同じタイプのシールドですかね。タルパは常時水付着しているので変な編成をいろいろ使うことができます。今回みたいな水元素なしの超回化も良いですし、カフカフリンズとかデキカネフェルとか普段は水元素が不足してなかなかできない編成を無理やりやっていけるのが面白いボスですね。前回登場時は全然できていませんでしたが、今ならマービカのコンボとかも多少はできるようになっているので、その辺の編成も試してみたいですね。皆さんは今季の遊興どんな編成でやっていますか？よかったらコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。特に狼、どうすんねんあいつ、と思っています。さて、DPS を左側に出しておきますが、常時水付着の敵想定で計測しています。ということで、タルパも突破です。最後の敵は新しく実装された守護者打点、海岸せし者です。海岸せし者は登場からしばらくすると、HP ゲージの下にゲージを出してきて、与えた炎水雷氷元素の回数をカウントします。どれかが5回になるとその元素を記録し、またしばらくした後に同じように記録をします。2回目も同じように5回で記録するんですが、同じ元素だと15回の攻撃回数が必要なので、できれば別元素を記録させると良い感じです。2回目の記録が終わるとギミックを召喚してきます。これを時間内に破壊できると、記録された元素に応じた元素ダメージを与えることができます。ここで面白いのが、このギミック破壊時のダメージで元素反応が起こるということです。今回のやり方でも蒸発が入り、水2発と炎2発で合計380万ダメージとか入っていますね。HP ゲージも一気に削れていることが分かります。
ということで水と炎とか炎と氷とかを記録させるのがおすすめなんですが、一つ厄介なところとしてギミックはダメージで削らないといけない上に獲得した元素のダメージは無効化されるので、例えばマービカ妖怪みたいな編成で炎と氷を記録してしまうとギミックの破壊が非常に大変になってしまうというのがあります。今のところ今回の編成のようにメイン火力とギミック対処の元素は分けてしまった方が楽な気がしています。アンバーとかは手数も多くサクッと記録を終えられるのでおすすめです。ということで今回もなんとかクリアできました。今期も他の編成いろいろやろうと思っているのでよかったらチャンネル登録もお願いします。スイッチもやってるのでよかったら見に来てね。最後にステータスの紹介です。